こんにちは。お元気ですか？もう4月も真ん中まで来てしまいました。本日は4月の15日火曜日でございます。天気がいい日がね、増えてきたんで、それはいいかなっていうふうに最近思いますね。やっぱ冬とかよりもね、日光がピカーッと明るい日の方が増えたかなって思うので、やっぱそういう時の方がね、気持ちもなんていうか安定しやすいというかね、落ち込みにくいっていうのはありますよね。あと寒いのは単純にストレスなので、早く安定した暖かさが来るといいなって思います。十分ね、もう暖かいとは思うんですけれども、やっぱりね、半袖で過ごせるような気候とかがね、一番開放感もあるし、身にまとってるのが少ないと楽じゃないですか。ちょっと動いた時に風を感じたりとかもするし、すごい楽な感じがするんですよね。なので私はもうちょっと暖かくなってくれると嬉しいなって思ったりします。今はね、日によってはたまにちょっと肌寒い日があったりとか、あとはね、もうすぐ梅雨の季節になるとね、梅雨寒っていう言葉があるようにちょっと気温が下がったりとかしますよね。なので今は過ごしやすい季節ではあるけれども、早くもうちょっと暖かくならないかなって思ったりとかしてるところです。もうね、私の毎日があまりにも変化がなくて、誰にも会わなくてね、ちょっとね、大丈夫かなって相変わらず思ってるんですけども、今日はね、ちょっとさっき図書館まで歩いて行ってきましたね。なんかちょっと気分転換した方がいいなと思って、図書館に行って、もう早歩きでパッと行って、パッと返して、パッと借りて、すぐ帰ってきました。図書館歩いて12分とかそれくらいだと思ってたんですけど、今日結構ガツガツ早く歩いてたらね、ガツガツって言わないか、スタスタ早く歩いてたら8分くらいで着いて、結構びっくりしましたね。ちょっと早く歩けば結構時間短縮になるんだなって思いました。で、図書館から帰ってきて、ちょっと本とか読みながらね、今日は少しのんびりというか、少し怠惰に過ごしたいなっていう気持ちがあって、なんかちょっと今日はいろいろ頑張れないとかいうか、頑張りたくないなっていう気持ちがありました。なんか一昨日あたりちょっと無理して頑張ったら、その次の日ね、いろいろパソコンをいじりながらいろいろ頑張ってたら、独り言でなんかもう、もう今日やりたくねって独り言がね、自然に出てましたね。だからやっぱりちょっと頑張っちゃうと、その次の日とかにその分揺り戻しが来るというかね、その分ちょっと疲れもたまるし、気分的にもちょっと落ちるなって思ったんで、そうそう、やっぱね、たまには休んでもいいかなと。で、昨日もね、とはいえなんやかんやでうまく自分をだましそこそこいろいろ頑張ったんですけども、今日あたりね、ちょっとたまにはっていうか、いつもですけど、のんびりしようっていう気になって、そうそう。で、図書館に行くついでに絶対になんかおやつ買ってこようと思ってて、なんか甘いものを食べたいなと思って、で、ローソンによって、なんだっけ、もち食感ロールっていうのを買ってきましたね。私これずっと何年も前から気になってて、一回食べてみたいなって思ってたのにもかかわらず、ずっと買ったことがなかったっていう、あのおやつ、お菓子、スイーツだったんですよね。なんとなくなんだろうな、これを食べようっていう目的で、結構今日は出かける時も絶対ローソンであれ買おうって思って買ったんですけども、なんかそれまではね、なんかこれを買うんだったら菓子パンとあれにしようとか、なんかついつい違うもの買っちゃってたんですけども、そうそう、だからもう気になってはいたんだけど、やっと買ったっていう感じで、さっきね食べました。で食べてね、こういうことかって思いましたね。
周りがもちもち食感の牛皮みたいなやつかなで包んであって、中がこうクリーム、生クリームなんで、感覚としてはクリームを食べるためのお菓子っていう感じですね。だからシュークリームを食べる感覚にちょっと似てて、周りの皮がシュー生地じゃなくて牛脂とかを使ったちょっともちっとしたやつだっていうことで、これもすごい人気商品なんですよね。でこのお菓子なんで気になってたかっていうと、よくね YouTube とかで大食いのモッパンの YouTuber の人の動画私好きで結構見ちゃうんですけど、それで結構よく出てくるんですよね。このもち食感ロール、こうチョコ味とかもあるし、あと最近っていうか今日もローソンであったんですけど、信玄餅味、信玄餅だったかな、とにかくそういう和菓子っぽい味のやつとかもあって、そうそうすごく美味しそう、そっちにしようか迷ったんですけど、初めて食べるんだったら絶対まずは普通のベーシックなやつからだなと思って、普通のもち食感ロールを選びました。美味しかったです。美味しかったけど、クリームを食べたいっていう欲求があるときはでっかいシュークリームを2個ぐらい買った方が結構私は満足度があるかもなって思いましたね。そうそう、でもこういうやつなんだっていうのがね分かってすごくね満足したっていうのはありますね。ちょっと信玄餅味も今度買ってみようかなっていうふうに思いました。そうそう、最初はね必ずこうプレーン味というかね、基本の味を買うっていうのは私絶対そういうタイプなんですけど、そういう人多いですかね。どうなんだろう。例えば初めて行ったラーメン屋とかで最初に頼むのは、私結構普通のラーメンがいいなっていうタイプなんですよ。でもちろんそれが旅先とかで1回しか訪れないっていう場合はまた別なんですけれども、やっぱり普通のそこのお店の基本の味をまず知った上でいろいろこう食べて、その次に来た時ね食べていきたいっていうのがあって、だから基本の普通のラーメン、もしくはそのお店が一番推してるラーメンですね。そうそう、その店名がついてるラーメンとかね、何々ラーメンの中でもそのお店の名前がついてたりとかすると、一応このラーメンがこのお店でのいわゆる代表というかね、推しのラーメンなんだなと思って、それを食べたりとかしますね。なんかこうご飯を食べに行ったりとかすると結構人によって性格出たりしますよね。私はねとにかく毎回違うものを食べたいタイプなんですよ。でもこう人と一緒に行ったりとかするとね、結構毎回同じのを頼む人とかもね結構多いですよね。このお店はこれが美味しい、それは分かってる、だからこれを頼むみたいな感じでね、それすごい正解だし、すごくこうなんていうか、とってもこう容量のいい選択だと思うんですよね。それで思い出したんですけど、なんか私昔こうあるこう喫茶店というかね、お食事も結構ある個人経営の喫茶店に行った時に、たまにねその定期的に来るところだったんですけれども、その一緒に来てた連れがどっちかっていうと結構こう気に入ったものをこうリピートして頼むタイプだったんですよ。ある程度これがうまいっていうのを知ってて、それをこうちゃんと頼むっていうタイプで、私はさっき言ったようにとにかくこう食べたことないものを食べてみたいタイプだったんですね。それが個人経営の喫茶店だから、ちょっとね面白メニューっていうかね、その期間限定っていうか、その店主がちょっとわけわかんないこうオリジナルの変なって言ったら失礼なんですけど、ちょっとこう摩訶不思議なこうちょっとなんだそりゃみたいなメニューの名前を聞くだけでちょっと変な料理とかがあったんですね。すかさず私それをなんだこれって思ったんで頼んだんですけども、で実際食べてみたら
美味しくなかったんですよ。要はちょっとやっぱ味の組み合わせとかがちょっとそれは合わないでしょとかね、ちょっとおかしいでしょっていうようなオリジナリティが溢れすぎてるものだったので、それはちょっとメニュー名とか写真とかも見ればそれは分かることだったんですけども、それを食べてわあ美味しくないわっていう風な会話をした時に、その相手がだから言ったじゃんみたいな、そんな美味しいわけないのになんで頼むのってこう言われた時に、なんかすごくすごい結構思考回路が全然違うんだなって思ったのが面白かったのが、私はねすごいそれを食べてみてまずいって思ったことがすごくがっかりポイントではないんですよ。どっちかっていうとこれまずいんだっていうのを知れたことが逆に結構嬉しいポイントなんですよね。うわーこれまずかったかみたいな、そのまずいっていう経験をしていること自体がちょっと面白いみたいなそんな感じで、だからまずいはまずいんですけれども、そこの喫茶店に行ってそのご飯を楽しむっていう一連のこの催しはちょっと最近日本語が出てこないんですけど、一連のなんだろう、その娯楽じゃなくて、普通にご飯行っただけなんですけど、その中のストーリーの中では私にとってはすごい楽しい経験をして帰ってきたっていう感じなので、なんかだからそのパスタがまずいっていうことが知れて、確かパスタだったような気がするんですけど、すごい良かったなっていう、面白かったなっていう感覚だけど、相手からしたら絶対そんなんまずいっしょみたいなやつをわざわざ頼んで、うわまずいわこれって言ってる相手が意味がわからんっていうか、こいつアホなんじゃねえのっていう、そんなね尖った感想は持ってないと思うんですけど、そういうことを単純にお互いクエスチョンマークを出してただけだと思うんですけど、っていうふうに思ったと思うんですね。そうそう、だからね、そういうのがなんか人間っていろいろ考え方がいろいろで面白いなっていうのは思いましたね。で今回は例えばなんですけど、今回はそのパスタがまずかったから、うわまずと思いながらちょっとまずい経験をしている自分が楽しいっていうのもあるんですけれども、逆にねそれ食べてみたら、あれこれ意外とうまいよみたいな、こういう味今まで食べたことないんだけど、なんかこれ嘘うまいじゃんこういうのってみたいな、そういう新しい発見でうまいっていう経験ができるかもしれないじゃないですか。でその時すごいまたそれ面白い楽しいんですよね。だからそういうなんかくじ引き感もあって、そして当たった時はそれまた当たった楽しいみたいなそういうのがあって、そうそう面白いっていうのはありますね。そうそう、話のネタとかにもなるしね。そうだからね、私は一つのお料理屋さんとかでいろいろ注文して、これめっちゃうまい、これがすごい好き、これめっちゃ私の好みだわっていうようなメニューにある日当たってそれを食べたとしても、その次の機会に行った時にそれ頼まないんですよね。食べたことがないメニューを頼んじゃう。でそのお料理屋さんとかにそこそこ通ってて全メニュー食べたことがある状態だったら、多分自分が一番これが好きだし好みでめっちゃうまい価値格の味だっていうのを頼むっていう感じになると思います。なんか、どうでもいいことをまたちょっとなんでその話になったのかちょっとよくわかんないですけど、ご飯を食べに行くっていうこともね、みんな頭の中ではいろんなことを考えながらいろいろ戦略を練ってメニューを注文してるんだろうなっていうふうに思いますね。もうカロリーがなんたらとかね、これはタンパク質がこうだからとか、これはちょっと添加物使ってそうだなとか、コスパがこうだなとか、スマホ見ながら片手で食べやすいなとか、なんかいろいろ考えながらきっとメニューを注文してるんだろうなって思うとね、人の頭の中覗いたら面白いだろうなっていうふうに
思ったりしますね。本当に覗けたらね、うるさくってしょうがないでしょうけどそんなことを思ったりとかして、そう話全然変わるんですけれども、自分家のね Wi-Fi がね、私ソフトバンクエアを使ってるんですけれども、去年の末ぐらいからね、この料金がね5000いくらっていう感じで、結構高い料金になっちゃってるんですよね。で契約してから2年ほどは3600円、3700円とかかな、それくらいなんですけども、その2年を経つとちょっと上がっちゃうっていう、よくありがちなそういうプランなんですけれども、なので高いからちょっとね違う Wi-Fi の会社に乗り換えした方がいいかなと思ってて、ずっとめんどくさくて放置してたんですけども、今日はねそのいろんなやるべきタスク、お仕事もねこうちょっと微妙にやる気が起きんって思ったので、ちょっと頑張ってねこの Wi-Fi の乗り換えちょっとやろうかなと思って、こうソフトバンクエアのホームページ見たりとかして、こういろいろこう解約したら月末なのか、それとも月の途中でも日割りでそうできるのかとか、いろいろそういうのチェックしてたんですけども、結果的にね解約したらその解約の月の月末までっていうことになるらしいんで、なので新しい Wi-Fi はねその月始めからスタートさせるようなね、ちょっと余裕を持って1週間くらい前からにしようかなと思うんですけど、そういう感じでやろうかなとかいろいろ調べたりとかして、で解約するにあたって、今解約することによってその違約金みたいのが出たりするのかなとか、そういうのもちょっとチェックしなきゃなと思って、ちょっとめんどくさいんですけども、ソフトバンクエアのこう自分のマイページみたいのにログインして、それもいろいろチェックしたら、ちょっとね端末代金、この Wi-Fi の端末の代金がねまだ支払いが終わってなくて、それがねあと8回分残ってたんですよね。その毎月のこの Wi-Fi の料金の中に2000円分くらいが端末の分割払い分になってたんですね。だから今解約しちゃうとあと8回分こう端末代金が払い終わってないはずだから、だいたい1万6000円くらいはこう払わなきゃっていうことになるはずだから、いろいろこうトータルで考えた結果、多分今解約するとどうせその端末代金一気に払うことになるから、今じゃない方がいいかなみたいな。もし新しいのに乗り換えてそっちの方が毎月の支払いはちょっと安くなったとしても、結局今払い終わってない端末代金をねこう考えると、その端末が払い終わったタイミングでこう乗り換えした方が、ちょっと細かい計算とかもうめんどくさいからしないけど、同じくらいなんじゃないかなと思って、今は乗り換えしなくていいやっていう結論が出たんで、すごい気持ち的にすっきりしましたね。ちょっとやんなきゃと思ってたんですけど、このタイミング的に8ヶ月後の月末まで今のソフトバンクエアを使って、そこから多分ね今考えてるのは楽天のWi-Fi ですかね。携帯電話も楽天なので、合わせることによってちょっと割引とかもあるし、もうめんどくさいから同じ楽天にしようみたいなことを考えてますね。そんなことを考えて、で今日はもうもち食感ロールも食べたし、もうちょっと甘いもの食べたいんですよね。今日はちょっとこうゴロゴロして夜にまた頑張ろうかなと思ってたんですけど、ちょっとね最近お菓子とか甘いものとか結構またすごい食べたい気持ちがムクムク湧いてきてね、ちょっとやばいなって思いますね。昔よりも、昔っていうのは自分がこうまだ若い時よりも2、30代とかね、見た目に対してこう太ってしまうとかね、それに対してちょっと悲しいんですけども、どうせもう見た目はねいわゆる
こうもうおばさんのこう時期見た目になってきてるしなみたいなね。どうなんだろう、遠目から見たらちょっと分かんないかもしれないですけど意外と遠目から見たら分かんないかもしれないけど、でもこうなんかもう昔に比べてちょっと腹が出ちゃったとか、こう太ももが太いとかね、こうジーンズ履いたらピチピチになってしまうとかね、そういうのもなんかね、その見た目を気にするっていうのもね、こうたとえ今はすごくいいスタイルになっても、までもどうなんだろう、逆に今ぐらいでちゃんとしてた方が清々しい感じは出るのかな。でもね、ただ今はファッションとかも全然気にしてないし、どっちかっていうと日々の楽しみがちょっと食べることですね。食べることに集中しちゃってるので、そうそう、何かもう一つぐらいね、何かこう夢中になれることとかあるといいなって思うんですけども、ちょっとこう昔よりもね、こう太ることに対して頓着がなくなってきてしまったことに危機感を覚えつつも、それでもやっぱりお菓子とかいっぱい食べたいなっていう、それが今の毎日の幸せかなっていう風に感じちゃってるっていう、特になんていうかあまりにもこう何もドラマチックなことがない毎日というか、普通すぎる毎日だなっていうふうに思ったりとかしてますね。でもこれ年齢とともにそれは誰にでもあることだとは思うんですけども、こう直面するハプニングとか出来事とか、そういうのもやっぱり若い時の方がいろんなことがあったりとかするし、考え方の思考回路もね、なんかこうなんかね、やっぱそうなってきますよね。なんかそれで言うと、例えば本の作家さんとかでも、こうなんとなくこう長く生きていれば、つまり年齢が上に上がってくれば、その分ね、本を書くっていう技術もこう積み重ねられてるので、どんどんその手腕がこう磨かれていって、どんどん面白い本が出てくるんじゃないかっていう、そういう気もするんですけれども、もちろんこうすごくこうなんていうかな、面白い内容のものとかは出るんですけれども、特に人気作家さんとかだとやっぱその作家さんのね中でもこう全体的な傾向として、その作家さんがまだ30代とか40代とか、比較的、40代でもこう前半とかかな、ちょっと一概には言えないんですけども、若い時に書かれた作品の方がどっちかっていうとこうドラマチックなというかね、こう読んでて感情が揺さぶられるようなストーリー展開のものが多いというか、で逆にその作家さんがこうある程度こう年齢が上がってくると、なんかね、そこを本の題材にするとかね、そんな日常の些細なことを面白く読ませるのかみたいな、そういう内容が結構増えてくるような気がして、だからね、こう普通のことでもちゃんと読んでて面白いって思えるような感じで書いてくれちゃうのがすっごい技術だなって思うんですけど、なんていうのかな、だからこう着眼点っていう意味でも年齢取ってくるといろいろ変わってくる部分もあるし、この日常が、昔に比べてね若干なぎになってくるっていうのは、もうこう絶対あり得ることなんだろうなっていうふうには思ったりとかしますね。もちろんね、それをなんか急になんかしたくなってこう年齢が高い中年の方でも高年の方でも何かすごいことを始めちゃったとかしたら、それはそれでね、また急展開な日々がいろいろこうちょっと心拍数上がるような日常がね訪れるとは思うんですけれども、そうそう、年齢とともに若干こう少し日々がなぎになってくるっていうのはあるんだろうなっていうのはありますね。生きることに慣れてくるっていうのもありますからねそんなことを感じたりとかして、今日もまたちょっと本でも読んで、またパソコン開いてちょっとなんかやって、その後セブンイレブンとかしてお菓子でも買っちゃおうかななんていう風に思ったりとかしてますね。はい、それではまた。